皆さんこんにちは、ルリコです。さあ、このはやぶさを納車してついに1年が経ちました。というわけで今日は納車1年正直レビューをしていきたいと思います。こちらのはやぶさは去年の2022年4月11日に納車していただいて、やっと1年が経ったなっていうような感じです。感覚的にはもっともっと長くずっと一緒にいるような感じなんですけど、それだけねたくさん乗りました。走行距離はですね、今24,111キロです。今日ですね、ちょうど名古屋モーターサイクルショーが終わった翌日の4月10日に撮影してます。厳密に言うと明日が納車して1年にはなるんですけど、ちょうどいいタイミングなので、撮影をしております。1年で24,111キロ走りました。晴れの日も雨の日も風の日も、もういろんな状況で乗ったからこそ私の正直レビューをね、これからしていきたいと思います。まずはやぶさの好きなところ1、とにかくかっこいい。私はバイクを選ぶポイントとして見た目から入るタイプなので、重厚感のあるスタイルだったり、それでいてエレガントな感じそこにね置いてあるだけで所有感を満たしてくれる、そんなスタイルがとても好きです。好きなところその2、何よりも乗りやすい。これも私がはやぶさを選んだきっかけでもあるところなんですけど、はやぶさってね安定感があるっていうのはすごく有名な話なんですが、それって高速道路が楽なんでしょって思われると思うんですけど、高速ももちろん楽なんですけど、もう街乗りでもめっちゃ楽なんですよ。本当にね、低速でもう10キロ20キロとか、そういう走り出しの時になんでこんな安定してんのってぐらい、車かなってぐらい本当に乗りやすいんです。なんですかね、なんでこんなに乗りやすいのかな、不思議なんですけど、特に私はもう1台デートナ675っていうスーパースポーツのバイクに乗っていて、でそっちにある程度慣れてからはやぶさに乗り換えると、またその安定感っていうのがね身に染みるんですよね。決してねデートナが乗りにくいバイクっていうのはなんとも言えないんですけど、ふらつかないっていうんですかね、決して揺らがない男って感じです。直線だけじゃなくてワインディングはどうなのかっていうと、ワインディングでもですね、もうひらひら曲がってくれて、なんか最初マフラーすっちゃわないって思ったぐらいパタって倒れちゃうんですよね。それがね楽しいんですよね。こんなに重たい見た目なのに走っちゃうと軽い、そこが好き。はやぶさの好きなとこ3、ポジションが楽。これもね、私のもう1台乗ってるデートナ675に比べちゃうとっていう形になるので、これは個人差があると思うんですけど、よくこんな前傾のバイクで旅に行けるねってよく声をかけていただくんですが、はやぶさに乗っていて私は辛いって思ったことがなくって、なんですかね、そんなにハンドルも遠くないし、別にそこまで低いわけじゃないから、私にとっては非常に楽。私的にはゆとりのバイクだと思ってます。ただ私みたいにその前のバイクだったりがスーパースポーツで前傾のバイクじゃない方、ネイキッドのバイクとかアメリカンのタイプの方がはやぶさに乗った時に同じように思うかっていうと、それはまた別の話だと思うんで、これはね私の個人の感想です。ただ私的にはすごく楽なポジションなので本当に無限に走れる。あとね、シートもめちゃ柔らかいのでお尻が痛いって思ったことも一切ないです。今ですね、ざっと好きなところ、メリットをお伝えしたんですけど、これからは気になるところ、デメリット、そういった部分をお伝えしようと思います。気になるところ1、やっぱり重たいです。はやぶさはですね、267キロ4キロだったかな。はやぶさは重たくないのって言われるんですけど、重たいですよそれは重たいです。でもこれはデメリットでもありメリットでもあるなっていうふうに私は思ってて、重たいからこそ安定性がある、多少の風があってもブレない、そんなバイクなのかなって思ってます。
ただやっぱり取り回しに関してはすごい気をつけていて、いかにこう置いた状態で動かすっていう行動を少なくするかっていうのを考えて行動してます。どういうふうに置いたら次出発しやすいかなとか、ここに置いたら次自分は動かせるのかなとか、今回この荷物を積んでいるからどうなるんだっていう、次の予測をして動いています。それでね、なるべく動かす時間を少なくした方が楽じゃないですか。自分的にエンジンかかってれば、エンジンの力で動かせるので、次の行動を考えています。はい、では私の取り回しの仕方っていうのは、本当に初歩的な普通のことなんですけど、まずですね、基本的にギアは絶対一足に入れてます。こうなんかあった時とかにギアの感じで止まれるようにしてます。で、取り回しする時はクラッチ切りながら取り回しします。で、よいしょ、スタンドを払って、今ギア一足なんで離しても動かない状態です。よく言われるんですけど、バイクが一番軽いのはバイクが垂直になった時、それを、怖いと思うんですけど意識して、でこうね、バイクからこう完全に離れて取り回しするっていうのがかっこいいやり方であると思うんですけど、私は怖いから必ずお尻というか腰を、このシートの横に添えて動かしてます。こんな感じで。で、見えるかな。私はこのシートのところに手を入れて、お尻で押す感じでやっております。ね、これちょっと今坂なんでね、きついですけど、よいしょよいしょ、こんな感じです。とにかくお尻を添えてこんな感じで動かします。あともう一個あれですね、お伝えしたいのは、今ねこれちょっと分かりづらいと思うんですけど、若干左側に坂になっています。でこれ坂になってると、これ起こすのがね、このままだと重いんですよ。はいこれもねコツがいるんですけど、ハンドルをまずまっすぐにして動かすと、これでも重たいこれちなみに今何も荷物積んでないんですけど、私は旅バッグを積んでるとさらにこれがね起こせなくなっちゃうんですね。で、こういう時はハンドルを右側に、タイヤをこう斜めに右側にする、そうするとよいしょ、はい、起こせるようになるんですよね。はい、これも基本中の基本なんで、いや今更そんなんとか思われちゃうかもしれないんですけど、知ってるととても楽。でも基本はこういうスタンド側が坂の方にはなるべく止めないようにしてます。気になるところその2、アクセルが重たい。これはマフラーのカスタム動画見てくださった方はご存知だと思うんですけど、もうね、私はこのアクセル問題はもう解決してしまったんですが、とにかくアクセルが重たかったです。街乗りぐらいだったらそんなに気にならないんですけど、長距離ね乗る時にですね、アクセルをずっと一定の速度、一定の角度で持っていると、だんだんここの腕がですね痛くなってくるんですよね。なんかちょっと他のバイクに比べても重たくって、対策としてこうスロットルのなんかこうプラスチックのやつをつけていたんですが、これはね解決方法があって、ライドウィンさんっていうカスタムショップのアクセルを軽くするやつっていうカスタム方法で、こうスロットルリングっていうんですか、あれを変えたらもう劇的に軽くなったし、なんかちょっと乗り味も変わった気がします。アクセルのねなんかこう感覚が軽くなるから、それだけ A モードがね激しくなる。なかなかこうライドウィンさん横浜にあるショップさんなので、そこに近くないとこのカスタムっていうのは難しいかもしれないんですけど、そういう解決方法もありますよっていうことをお伝えさせていただきます。あとはね、気になるとこないんですよ嫌なとこが本当にない。なんか嫌なとこっていうか、それもはやぶさの良さだよねみたいなところがあるので、もう本当に不満がない最高のバイクです。
はい、というわけで以上が私がはやぶさに対して思う好きなポイント、気になるポイントのご紹介でした。まあね、さっき2個ほど気になるところは挙げたけど、私はもうはやぶさを買って本当に良かったなって思ってます。はやぶさのおかげで私は全国いろんなとこに飛び回るようになって、日本の素晴らしさだったり人とのつながりの素晴らしさっていうのを学ぶことができたので、はやぶさを買って人生変わったし、性格もちょっと変わったんじゃないかなと思います。私は最初このはやぶさに関してはもともとかっこいいなとは憧れはあったんですけど、当初私はまだ中型バイクでヒーヒー言ってた時代だったので、私には大きすぎて無理だっていうふうに思っていたんです。だけどだんだん自分もいろんなバイクに乗って筋肉をつけて、バイクというものに慣れて改めて乗ってみたら、こんなに乗りやすいバイクだったんだなっていうふうにびっくりしましたね。だからといって本当にバイク初心者ですっていう方にはやぶさ最高だよ乗りなよっていうふうにはちょっとおすすめは正直できないですね。っていうのももともとねすごく力持ちだったり体格がいい方だったら、全然動かせちゃうと思うんですけど、女性だったり小柄な方がこういう大きなバイクをいきなり乗るってなると、ある程度バイクに乗っていたからこそ分かる経験ってあるじゃないですか。前下がりの坂道に止めたら、じゃあこれバックで出るしかないよね、それ動かせるのとか、そういう危険予知能力っていうのはやっぱり経験を積んでいかないとわからないと思うので、そういう経験があるからこそ私は次の行動を考えて自分が苦手な取り回しをできるだけ少なくしようというふうに行動しているので、やっぱりある程度の経験っていうのは必要だとは思います。でもそれでも女性の方でも乗りやすいバイクだっていうふうには私は言えます。はやぶさ乗ってみたいけど私には大きすぎて無理だよって思っている方、ぜひね一歩踏み出して乗ってみてほしいな。なんか私鈴木の人間みたいになってますけど全然違いますからね。というわけで今回ははやぶさを納車して1年の正直レビューでした。最後までご視聴ありがとうございました。ではまだまだ私はこのはやぶさと一緒にいろんなところに行きたいと思います。バイバーイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?